手動テスト信者の上司が本番台炎上した結果、テストは人間の目で確認すべきだ。自動テストで25件検出済みだが、俺は28歳の QA エンジニアで中堅のウェブ系企業で働いてる。うちの会社の QA 部門にはとんでもない問題があった。それは手動テストの非効率さだ。月に1回のリリースのたびに QA チーム10人が3日間かけて同じテストを繰り返してた。これが年間で3600万円もの人件費になってたんだ。3600万円は高すぎだろ。手動テストってそんなコストかかるんだ。しかも問題はコストだけじゃない。人間が手動でやるから見落としやミスも多発してた。特に疲労が溜まってくる。テスト2日目や3日目には明らかに集中力が落ちてたんだ。そこで俺は考えた。テスト自動化を導入すればこの問題を全て解決できると。俺はセレニウムやフレイライトを使った自動化の勉強を進めてたし、式や CD パイプラインとの統合も十分に理解していた。そして1週間かけて詳細な提案書を作成した。行動力あるなユキ。提案書には導入費用や削減できる人件費、さらに ROI の試算まで全て細かく記載した。結論としては導入費用300万円でテストコースを10分の1にできる。年間で3000万円以上のコスト削減が可能だった。すげえじゃん。これは採用されるでしょう。そう思うだろ。でも現実は違った。俺の上司の QA 部長は50歳のベテランで手動テスト絶対主義者だった。部長に提案書を提出してプレゼンの機会をもらった。部長、テスト自動化について詳しくご説明させていただきます。待てて。テストは人間の目で確認すべきだ。自動化なんて信用できない。しかし部長、こちらのデータをご覧いただければわかりますが。私は30年この業界にいる。その経験から言わせてもらうと、手動テストが一番確実なんだ。典型的な老害じゃねえか。30年の経験って言えば正しいと思ってるタイプか。俺は食い下がった。部長、実際に海外の事例ではテスト自動化で品質が向上しリリース速度も上がっています。海外は海外だろうが、うちにはうちのやり方がある。この話は却下だ。部長、せめてこの資料だけでも。資料なんて見る必要もない。私の30年の経験が答えだ。データも見ないで却下とかありえん。経験だけで判断するとか時代遅れすぎる。でも俺は諦めなかった。さらに2週間かけてもっと詳細な提案書を作り直した。導入スケジュール、段階的な移行計画、リスク管理、成功事例の詳細分析、すべて完璧に準備した。そしてサイド部長に提出した。まだこの話をするつもりか。はい、前回よりも詳しく。いいか若造、お前の机上の空論なんて現場では通用しないんだよ。私が30年かけて築き上げた手動テストの仕組みは完璧だ。しかし実際にミスも多発してます。それはメンバーの技量不足だ。人間のミスを防ぐのが自動化では。黙れ。もうこの話は終わりだ。完全に話聞く気ゼロじゃん。こんな上司の下で働くのしんどいな。手順書通りやればミスなど起きない。人間だからミスするんだろうが。自分の管理責任を棚に上げやがって。いいか、よく聞け。テスト自動化の話は二度とするな。これは命令だ。完全に口止めされてしまった。でもまだ諦められなかった。俺は CTO に直接相談することにした。テスト自動化の提案。はい、年間3000万円以上のコスト削減が可能です。なるほど。でも QA 部長の判断は。それが却下されてしまいまして。 QA 部長は30年の経験がある。その判断を信頼するしかないな。 CTO まで30年に騙されてるじゃん。同僚の QA エンジニアにも相談した。イッチ、気持ちはわかるけど部長に逆らうのはやめた方がいい。あの人、気に入らない人は徹底的に干すから。完全に孤立してしまった。誰も俺の提案を聞いてくれない。部長の権力は絶対だった。これは辛いな。正しいことを言ってるのに。でもここで俺は考えた。表向きは従うふりをして密かにテスト自動化を進めよう。そして結果で証明してやる。そ
その日の夜から俺は密かにテスト自動化の開発を始めた。まずは自宅の PC でセレニウムの環境を構築、次にプレイライトも導入してより高速で安定したテストを目指すことにした。平日の夜は3時間、休日は8時間以上ひたすらコードを書き続けた。めっちゃ頑張ってるな。プライベート全振りじゃん。最初の1ヶ月母素作り、テストフレームワークの選定、テストケースの洗い出し、そして実装だ。ちゃんと計画的にやってるな。2ヶ月後、ついに完成した主要機能の自動テスト、ログイン機能、ユーザー登録、商品検索、カート追加、決済処理、すべての主要機能をカバーした。さらに CI/CD パイプラインとも統合、 GitHub にプッシュすると自動でテストが走り、結果がスラックに通知される仕組みも作った。テストカバレッジは 85% を達成。すげえクオリティだな。2ヶ月でここまでやるとか。そして次のリリース前に密かに自動テストを実行してみた。深夜の会社で誰もいないのを確認してテストを実行した。テスト開始。結果を見て驚いた。バグが12件も検出された。決済画面で金額表示がずれる。カートに同じ商品を追加すると数量が正しく更新されない。検索結果のページネーションがおかしい。どれも致命的なバグばかりだ。手動テスト完全に機能してないじゃん。これで完璧とか言ってたのかよ。俺はすぐに開発チームのリーダーに連絡した。ただし部長には内緒でと伝えた。こんなにバグが。すぐに修正します。助かりました、イッチさん。翌日、手動テストが行われた。今回のテスト、問題ありませんでした。ふふふ、やはりな。手動テストは完璧だ。バグゼロでリリースできる。俺が密かに修正させたバグを完全に忘れてやがる。俺はこのパターンを繰り返した。毎月のリリース前に密かに自動テストを実行。バグを見つけたら開発に連絡、そして修正してもらう。同時に全てのログを記録。いつどのバグを見つけたか、手動テストで見逃されたか、全てスプレッドシートに記録した。6ヶ月後、記録は驚くべき数字を示していた。自動テストで検出したバグ合計150件以上。そのうち手動テストで見逃されたバグ100件以上。100件も見逃してたのかよ。完璧とか嘘じゃん。しかも部長は毎回今回もバグゼロだ。やはり手動テストが最強だ。都知が持参していた。全部一致のおかげなのに。俺はじっと耐えた。いつか必ず部長の過ちが明るみに出ると信じて。そしてその日は予想よりも早く訪れた。大規模な機能追加のリリースが決まった。決済システムの大幅刷新、新しい UI/UX、セキュリティ強化、変更点が膨大だった。テストは3日間では足りないな。しかしスケジュールは変更できない。重要機能のみテストする。おいおい、それはまずいだろ。細かい部分にバグがあるかもしれないのに。俺はいつも通り自動テストを実行した。テスト開始。結果を見て愕然とした。バグが25件も検出された。しかもどれも致命的なものばかり。決済処理が完全に動かないパターンがある。ユーザーデータが消失する可能性。セキュリティホールも発見。これは絶対に報告しなければ。部長、重大なバグを発見しました。25件、どれも致命的です。はあ、どうやって見つけたんだ。それは自動テストで。自動テストやるなと言っただろうが。しかし実際にバグが。今からそんなの直してる時間はない。スケジュールは絶対だ。むしろ。はあ、むしろとか正気か。これ絶対ヤバいことになるやつ。部長、しかしこれは命令だ。俺は無力だった。ただしバグリストと証拠はしっかり保存しておいた。さすが一致、証拠残してる。午前10時、リリースが実施された。俺は不安で仕方なかっ問題なくリリースできたな。やはり手動テストは完璧だ。た。しかし午後2時、それは起こった。大変です。決済が全部エラーに。
決済システムが完全停止、ユーザーデータが一部消失、さらにセキュリティ脆弱性が露呈し、顧客情報10万元が流出する可能性、売上損失は5億円、株価は暴落、マスコミが殺到、社長が謝罪会見を行う事態に。この度は大変申し訳ございません。翌日、緊急役員会議が招集された。なぜこんなことになった？それは開発チームのバグが多すぎて QA は手動で完璧にテストしました。これは開発の責任です。ちょっと待ってください。 QA がバグを見逃したんでしょう。一致、君はどう思う？実は私は事前にバグを検出していました。なんだと？テスト自動化で25件のバグを検出し、部長に報告しました。しかし無視しろと命令されました。そんなことは。証拠があります。まず過去6ヶ月のログです。見せてくれ。6ヶ月も記録してたのか。私の自動テストで検出したバグは150件以上。そのうち手動テストで見逃されたのが100件以上。100件も見逃していただと？さらに今回のリリース前の報告記録、25件のバグリストと部長からの無視しろという指示、すべてメールとスラックのログに残っています。それは時間がなかったから。時間がなかろうと致命的なバグを無視するなどありえない判断だ。さらに部長が過去にテスト自動化の話は二度とするなと命令した証拠も残っています。テスト自動化を禁じただと？それは私の30年の経験では。30年の経験が会社に5億円の損失をもたらしたのだ。5億円は会社の存続に関わる額です。QA 部長の独断で会社が潰れかけたんですよ。私は悪くない。黙れ。その後、部長は即座に懲戒解雇となった。退職金もなし。さらに会社は元部長に対し損害賠償5000万円を請求。5000万円。ざまあ。そして俺は QA 部長代理に昇進。年収は500万から700万に200万円アップした。さらに特別ボーナス300万円。大逆転じゃ。努力が報われた。こんなスカッとする話久しぶりだわ。テスト自動化を全社に展開した。テスト工数は10分の1に年間3600万円から360万円に3240万円のコスト削減を達成。リリース頻度も月1回から週1回に。バグ検出率は300% 向上。リリース後のバグ発生率は 90% 減少。数字で見ると本当にすごいな。3240万円削減って部長の給料何年分だよ。すごい成果だ。自動化最高じゃん。俺は正式に QA 部長に就任した。年収は800万円に到達。QA チームは10人から5人に削減しても品質は以前の3倍に向上した。人数減って品質上がるとか最高だな。これが本当の働き方改革だわ。一方、元部長は5000万円の損害賠償を払えず自己破産を申請。 IT 業界での評判も最悪となり再就職は不可能な状態に。完全に積んでる。自業自得だな。30年の経験があだになったな。老害の末路として教科書に載せたいレベル。俺のテスト自動化事例は業界で注目され、技術カンファレンスでの講演依頼が殺到するようになった。業界の有名人じゃん。手動テストを盲信せず新しい技術にチャレンジする。そして結果で証明する。それが俺の信念だ。ここまで読んでくれてありがとう。主をつ。面白かった。自動化最高。部長様。またすれ立ててくれ。